庭の手入れを頼んだ男が電話をかけてきました。子供の泣き声が聞こえました。私の新しい話をお楽しみください。私が裏庭の整理を頼んだ造園業者が、40分の間に7回も電話をかけてきました。ようやく電話に出ると、家に誰か他にいるかと聞かれました。私は、いませんと答えました。娘は週末、父親のところにいました。彼は少し間を置いてから言いました。庭の下、地下室のあたりから子供の泣き声が聞こえると。それはテレビの音ではありませんでした。私の名前はアリア、31歳です。ニュージャージー州フレミントンにあるホイットフィールド博士の小児歯科で請求担当者として働いています。保険請求の処理や未払いの督促をし、昼休みには朝6時に詰めた残り物を食べています。毎日サンドイッチを買う7ドルは持っていないからです。離婚して14ヶ月が経ちます。6歳の娘フィービーは私の全世界です。元のトロイ・リンドンは、私が残り物を食べる理由でもあります。離婚の裁判の時、トロイはシワだらけのカーキパンツと、アイロンをかけたことがなさそうなシャツで現れました。彼の弁護士はトロイがかろうじて生活していると裁判官に説明し、時給450ドルで週25時間ほどハートウェル・フローリング・ディストリビューターズで働いていると話しました。裁判官は数字を見て私に家を与えました。それは寛大に聞こえますが、その家には毎月1340ドルの住宅ローン、11月になると死にかけた動物のように音を立てる暖炉、そして人間が諦めたかのような裏庭がついていました。私は月に411ドルの養育費も受け取っています。トロイは自由を保ち、夜も眠れているようでした。14ヶ月間、私は修理するか休みを取るか、休みを取るか食料を買うか、食料を買うかフィービーの遠足に行くかの選択をしてきました。先月、学校がリバティサイエンスセンターへの遠足費用45ドルを求めました。私の普通預金口座には51ドルあり、小切手を書いて1週間は米を食べました。それは比喩ではなく、食事の計画です。でも、いつも気になっていたことがあります。トロイが週末にフィービーを連れて帰るたびに、彼女は新しいスニーカーや私が買っていないジャケットを着ていたり、アイスクリームを食べにフレンドリーズに行ったと言っていました。些細なことですが、年収18000ドルの男が、私の38000ドルよりも良い生活をしているのではないかと疑問に思わせるには十分でした。私は考えすぎだと思い込み、彼はお金の使い方が上手なのだと言い聞かせました。しかし今振り返ると、それは狐が鶏を数えるのが上手なのかもしれないと言っているようなものです。さて、庭の話です。裏庭はまるで自然が敵対的に占拠しようとしているようでした。生垣は枯れ、フェンスは生命を諦めたかのように傾いていました。物置の近くには、まるで独自の生態系を作り始めている何かが生えていました。1年以上も放置していましたが、その土曜日、フィービーはトロイのところにいるので、誰かを雇って片付けようと決心しました。同僚のネナがギャレット・ノバックという男を勧めてくれました。彼は泥だらけのシボレー、コロラドに機材を積み、30年度と握手してきたかのような手をして現れました。堅実な男で、無駄話はなく、庭を指さしてコーヒーを飲み終える頃には見積もりを出すと言いました。私はすぐに彼を気に入りました。私はギャレットにすべての惨状を見せ、トイレのために家の鍵を渡してから、ルート202の店に食料品を買いに行きました。携帯電話はバッグの中でサイレントにしました。買い物中は気を散らしたくないのです。予算内での買い物は、感情の伴う数学の競技のようなものです。トランクに袋を詰め終えてようやく携帯を確認すると、7回の不在着信が同じ番号から40分の間にありました。胃が落ち込むのを感じる前に頭が追いつきました。折り返すと、ギャレットが1回で出て、怖がらせないように気を使った声で、他に家にいるはずの人がいるか聞きました。私は、いませんと答えました。地下室について尋ねられ、地下室に何が、と聞き返すと、彼は家の側面にある地下室の裏口付近で働いていて、子供の泣き声が聞こえたと言いました。それは猫でもテレビでも配管の音でもなく、子供の泣き声でした。彼は2回電話しても出なかったので911に連絡し、その後も電話をかけ続けました。
警察はもう向かっていると言われ、私は驚くほどの速さで家に向かいました。まだ免許証を持っていることに驚いています。ここで地下室について説明が必要です。そうしないと次が理解できません。地下室は完全な未完成で、コンクリートの壁と床です。キッチンから降りる階段は、洗濯機や給湯器、ブレーカーのある前方部分に通じていて、週に3、4回使います。洗濯をし、電子レンジがブレーカーを落としたらスイッチを入れ直すだけです。裏側はコンクリートの支柱壁の向こうで、地下室の裏口付近にあります。離婚後、トロイの残した箱と私の未整理の荷物をそこに押し込め、段ボールの要塞のように壁に積み上げました。14ヶ月間一歩も踏み入れていませんでした。見る必要もない、思い出したくない生活の残骸でいっぱいの死の空間でした。家に着くと、すでに警察のパトカーが車道に止まっていました。ギャレットは庭で腕を組み、私を見て安心した様子でした。警官たちは私が錆びてしまっていると思っていた地下室の裏口を開けていました。錆びていませんでした。別の誰かが新しい南京錠をつけていました。私のものではありません。私たちは裏口の階段を降り、積み上げた箱を通り過ぎ、その後ろの地下室の隅に、誰かがすべてを動かして隠しスペースを作っていました。ポータブルベビーベッド、おむつバッグ、おもちゃのマット、小さな折りたたみテーブルにシッピーカップが置いてありました。そのベッドには、顔が赤く涙で濡れた1歳半くらいの幼児の男の子が座っていました。私はその子を一度も見たことがありませんでした。あまりに手が震えて、自分の足に押し当てて止めなければなりませんでした。警官の一人がその子が誰の子か知っているか尋ねました。私は言葉を失いました。その時、おむつバッグを見ると、ストラップに刺繍された CL のモノグラムタグと、前のポケットに小児科医の名刺がありました。ロシャン・マー・リタンファミリーケアのものです。元尾の姓はリンドンです。警官たちが通報をし、救急隊が男の子を調べている間、私は自分の地下室で、$38,000の年収で働きながら1円単位でやりくりしていた私の知らないうちに、誰かが秘密の出入口から子供を連れ込んでいたことを理解しようとしていました。その時、外で車のドアがバタンと閉まる音がしました。私は裏口の階段を上がり、日の光の中で彼女を見ました。彼女はまるで何百回もここを通ったかのように、庭の横を歩いて裏口に向かっていました。レナー・リンドン、トロイの母親、61歳です。薬局の袋とゲータレードのボトルを持っていました。彼女は警察のパトカーを見て立ち止まり、私を見ると2秒の間に7つの感情を顔に浮かべました。驚き、困惑、恐怖、そして私の血圧を上げるのは、その次の感情、苛立ちでした。まるで私が迷惑な存在のように。私は思いました。あなたは一体、私の家で何をしていたのと。続きの前に、ぜひチャンネル登録をして、コメントでどこから見ているか、いつか教えてください。すべて読んでいますし、皆さんの応援が私の力になります。レナー・リンドンは薬局の袋とゲータレードを持ち、私の庭で警察車両を見つめていました。警官たちは、彼女を脇に連れて質問を始めました。私は10フィート離れて聞いていました。彼女は攻撃的でも敵対的でもなく、混乱し心配していましたが、それは捕まることではなく赤ちゃんのことでした。彼女の最初の言葉はコディについてでした。彼は大丈夫。どこにいるの？私はたった45分間家を開けただけでした。45分間。彼女は1歳半の赤ちゃんを地下室に45分も一人にしておきました。その後の1時間で少しずつ明らかになったことは、まるでセーターの糸を一本ずつ引き抜いていくように、全体を支えていた真実が見えてきたのです。レナーは、過去5ヶ月間、平日にその男の子の面倒を見ていたと説明しました。その朝、めまいがして軽い立ちくらみを感じたと言いました。血圧が急に上がったのかもしれません。彼女は自分で車を運転し、約3キロ離れたルート12号線沿いの緊急診療所へ向かいました。すぐに終わると思っていたそうです。コーディはベビーベッドで眠っていました。15分か20分で戻るつもりだったのですが、
緊急診療所は混雑していて待ち時間はほぼ1時間に延びてしまいました。診療所を出て、ゲータレードを買い、車で戻る頃には、警察がすでに来ていました。彼女の医療の話は、嘘ではありませんでした。警察官たちは、診療所のレシートにタイムスタンプがあることを確認しました。つまり、彼女はただネイルサロンに行ったわけではなく、本当に体調に異変があって、判断を誤り、それが大問題になったのです。しかし、その背景があっても、根本的な事実は変わりません。彼女は5ヶ月間、私の知らないうちに私の家に出入りしていました。鍵を持っていたのです。トロイの古い地下室の鍵。離婚後に返すはずだったのに、返さなかった鍵です。その鍵は彼女のキーホルダーに、車の鍵とショップライトのポイントカードの間にありました。週に3、4回、5ヶ月間も私の家に自由に入っていたのに、私は気づかなかったのです。彼女は私が仕事に行っている間に来て、私が帰宅する前に帰っていました。彼女は私の地下室の奥の、私が決して訪れなかった場所をデイケアとして使っていたのです。警察官はさらに問い詰めました。普段は平日のみのはずなのに、なぜ土曜日にここにいたのかと。レナーは、サブリナがその日の朝、車のディーラーで追加のシフトを入れていたと説明しました。トロイは子供たちの親権でその週末はフィービーを預かっていて、二人の子供を一度に見ることができなかった。だから、レナーが土曜日に来たのは初めてのことでした。私が外出していると思ったからです。実際、私は買い物に出ていました。しかし、私が地下室のすぐ10フィート先の裏庭で誰かを雇って働かせているとは彼女は知りませんでした。警察官が、なぜ自分の家で赤ちゃんを見なかったのかと尋ねると、レナーは少し黙り込みました。彼女はルート523号線沿いのコッパーリッジという55歳以上のコミュニティに住んでいます。厳しい賃貸契約で、18歳未満の子供は住人にも定期的な訪問者にも認められていません。幼児を何日も連れて行くことはできず、住民協会がまるで FBI のように動くので、代わりに私の地下室を使っていたのです。彼女の頭の中では、昼間は家が空いていると思っていました。綺麗なスペースを用意して、注意深く使い、家の他の部分には入らず、まるで誰も使っていない駐車スペースを借りるような感覚で使っていました。正直なところ、創造的なベビーシッターの方法は聞いたことがありますが、元義理の娘の地下室を無許可の保育所にするなんて、個人的には新たな記録です。警察官は、おむつバッグの小児科医のカードから子供を特定しました。コディ・リンドン、1歳半、トロイ・ライネンとサブリナ・ボスの息子でした。警察はトロイに連絡を取りました。ここで私は、自分の家の壁に寄りかからなければ立っていられないほど、頭の中で計算を始めました。コーディは1歳半。つまり、およそ27ヶ月前に受胎したことになります。私の離婚は14ヶ月前に成立しました。離婚手続きはその約6ヶ月前、20ヶ月前に始まっていました。ということは、サブリナ・ボスは、トロイと私がまだ正式に結婚していた時に妊娠していたのです。私たちはまだキッチンテーブルを挟んで向かい合い、どちらも本心を言わない冷たい夕食を過ごしていました。トロイはしわくちゃのカーキパンツを履いて法廷に現れ、貧乏を演じていました。しかし、彼は別の女性の中にもう一つの人生を育んでいたのです。私は赤ちゃんを地下室で見つけたのがこの日の最悪の出来事だと思っていましたが、実はそれは序章に過ぎませんでした。トロイは1時間ほど後に現れました。そして、私を地下室や赤ちゃん以上に怖がらせたのは、彼の冷静さでした。完璧に冷静で、慌てることも罪悪感も怒りもありませんでした。まるで遅れて届いた荷物の配達遅延について話すかのように、親切で落ち着きがあり、理性的でした。彼は警察官に、自分の母親が息子を見ていて、母親が体調不良になっただけの不幸な状況で危険ではないと説明しました。彼は書類に署名し、コーディは彼に引き渡されました。彼は実の父親です。虐待の疑いはなかったので、ニュージャージー州ではそういう扱いになるのです。児童保護サービスが調査を始めましたが、その日の夜には赤ちゃんはトロイの家に帰りました。
トロイは帰る前に一度だけ私を見て、まるで隣人同士が境界線の小さな問題で軽くうなずき合うような仕草をしました。そのうなずきは私がこれまで見た中で最も背筋が凍るものでした。彼の頭の中がどのように働いているかを物語っていました。トロイの世界では、これは対処可能な厄介事であり、危機でも生産でもなく、シワを伸ばせば済むことに過ぎませんでした。私はもっと罪悪感が見える車のセールスマンに会ったことがあります。とはいえ、児童保護サービスは調査を終了しませんでした。子供が家でもなく、許可された施設でもなく、幼児が監督なしにいるべき場所ではない空間に一人で置かれていたのです。レナーは精査に直面し、調査は続きました。そこへドロレスが現れました。ドロレス・キジェク、74歳、私の隣人です。5ヶ月前に彼女の言うことを聞いていればよかったのにと思いました。彼女は作業用ノートを持って私の芝生を横切ってきました。まるで大陪審に証拠を届けるかのように、感情的にはその通りでした。彼女は2回、私に平日の午後に誰かが私の家の横をうろついているのを見たと言いました。私は2回とも聞き流しました。メーターの検針員か配達員だろうと。しかし、ドロレスは聞き流しませんでした。彼女は記録を取り始めました。日付、時間、状況。火曜日、午前8時17分。年配の女性、グレーのセダン、後部座席にチャイルドシートが見え、家の横の庭に歩いて行き、正面玄関は使わなかった。記録が次々と続きました。彼女は自宅の玄関にあるリングのドアベルカメラの映像も持っていて、家の横の庭の一部が映っていました。その映像には、ナーが規則的に来ては帰る様子が映っていました。数ヶ月にわたり、チャイルドシートが車に乗せられたり下ろされたりしていました。ドロレスは私の庭に立ち、無言でノートを手渡しました。ほとんど無言でしたが、彼女は優しく私を見て言いました。2回も言おうとしたのに、聞いてくれなくてごめんなさい。あなた、正直なところ、それは他のことと同じくらい私を傷つけました。なぜなら彼女の言う通りだったからです。その夜、フィービーはまだトロイの家にいて、私は一人で家にいました。世界が崩れ落ちた時、母親に電話するものです。母はフランシーン・バーガー。頼りになる母ですが、優しい反応はあまり期待できません。最初にかけてきた言葉は、大丈夫でも、ひどいねでもなく、どうして気づかなかったの、アリア。どうして自分の地下室を確認しなかったのでした。母親は、すでに自分で責めていることを見つけ出し、それを看板のように目立たせる驚異的な能力を持っています。ですが間違ってはいませんでした。それが一番辛い部分でした。あの夜、私は眠れませんでした。地下室の前方にある乾燥機の上に座り、私の領域、普通の場所から、知らなかった家の奥の空間を隔てるコンクリートの壁をじっと見つめていました。そして別の計算を始めました。痛みを伴う妊娠の計算ではなく、経済的な計算です。もしトロイが本当に年収$18,800ドルで、本当にそんなに困っているのなら、どうして彼はおむつやミルク、小児科医の費用、サブリナとの家賃、ガソリン代、2人の大人と赤ちゃんの食費、そして私に毎月$411ドルも払えていたのでしょうか。数字が合わなかったのです。ずっと合わなかったのです。ただ、今まで電卓を取り出す理由がなかっただけでした。午前2時に乾燥機の上に座り、私はもう確認しない女性でいるのはやめようと決めました。月曜日の朝、3年間で初めて遅刻の連絡を職場に入れました。最初に、午前10時までには、私は彼女の向かいに座っていました。コーヒーと古い紙の匂いが漂うオフィスで、彼女がリーガルパッドにメモを取るのを見ながら話していました。ブリジットはチェーンについた老眼鏡をかけていて、その集中力はまるで自分の問題がようやく有能な手に委ねられたと感じさせてくれました。地下室のこと、赤ちゃんのこと、トロイの落ち着いた小さなうなずき、レノアの鍵、合わない計算のことを話し終えると、ブリジットはペンを置き、メガネを外してこう言いました。これからの数ヶ月に対する私の理解を根底から覆す言葉でした。これは単に地下室の問題ではありません。
これはあなたの元王が法廷で誓って話したことに関わることです。その言葉を聞いたとき、胸の中で何かがパキッと音を立てて開いたように感じました。痛みではなく、14ヶ月間閉ざされていた部屋の窓が開いたような、新鮮な空気が入ってきた感覚でした。自分でも気づいていなかった必要な空気でした。ブリジットは状況をはっきりと説明しました。トロイが離婚手続きの際に収入を偽っていたなら、子供の養育費の命令は再審理される可能性があり、訴訟の規模によっては和解全体が見直されるかもしれません。地下室の件だけでも衝撃的でしたが、それはまた秘密の第二子の存在、ガールフレンド、定期的な子育ての手配など、彼が申告した収入以上の生活を送っていることを示す扉でもありました。それだけで詐欺が証明されるわけではありませんが、調査を始める十分な理由がありました。そしてブリジットは子に電話をかければ調べられるかを正確に知っていました。ウォルト・トレッドウェイ、法廷会計士、セミリタイア中。彼はファッションとしてではなく、1987年からずっとつけているサスペンダーを愛用しているタイプの人でした。ウォルトは財務記録を見ると、まるで野鳥観察者が珍しい鳥を見つけた時のように目を輝かせ、声も速くなり、私にはまだ理解できない質問をし始めました。私はすぐに彼のことが好きになりました。人の隠したお金に喜びを見出す男というのは、私の状況に内馬とな必然性を感じさせました。ウォルトはスパイ映画を見なくてもトロイの秘密を見つけ出しました。彼はどんな良い法廷会計士でも最初に調べる公共記録から始めました。ニュージャージー州の収入局オンライン事業登録にアクセスし、ライデンと入力すると、そこにありました。来年クリーン合同会社、ニュージャージー州バウンドブルックに登録。所有者はレノア・リンドン。登録代理人はトロイ・ライノン。登録代理人とは、事業の法的、公式文書を受け取るために指定された人物です。トロイは必要だから自分の名前を記載し、家族裁判に関わる誰も州の事業登記を調べるとは思っていなかったのです。これはほとんど誰も見ない公共記録の最も退屈な隅にある細かい情報の一つでした。ほとんどの人は。しかしオルトは見ました。来年クリーンはコインランドリーの事業で、トロイの亡き父が何年も前に始め、レノアが技術的には所有者でしたが、財務の痕跡は別の物語を語っていました。ウォルトは、リジットを通じて銀行記録の召喚状を取りました。事業収入は2年間で3倍に増えていました。元のバウンドブルックの店には34台の機械があり、現金の流れはかなりのものでした。来年クリーンの事業口座からトロイの個人口座への定期的な入金がありました。2500ドルここに、3000ドルそこに。現金取引の多いランドリーで誰かが自分にたっぷり支払っているパターンでした。さらにトロイの本当の仕事もありました。ハートウェル・フローリング・ディストリビューターズからの W2 は、時給27ドルでフルタイムの職で、残業もあり、年収は約7万ドルでした。裁判に出てきた時はまともなシャツも買えないように見えた男が、昼間の仕事だけで7万ドルを稼いでいたのです。ランドリーの現金収入を加えれば、さらに3万5千から4万ドルで、トロイ・ライノンの真の年収は10万5千ドルから11万ドルの間でした。彼は法廷で1万8800ドルだと言っていました。その数字をしばらく考えてみてください。1万8000ドルと11万ドルの違いは波数の誤差ではありません。数値をごまかすレベルでもありません。しわくちゃのカーキパンツの裏に隠された全く別の人生なのです。長い間、流れに逆らって泳ぎ続け、静かな水の感触を忘れてしまい、ある日突然流れが止まって自分がどれほど疲れていたか気づくような感覚でした。それがウォルトが私にその数字を見せた時のブリジットのオフィスでの感覚でした。私はまだ喜んでいませんでした。祝ってもいませんでした。ただ、そこにいるだけでした。14ヶ月ぶりに、流れが私を引っ張るのを止めたのです。しかしオルトは終わっていませんでした。彼は一つの痕跡を見つけたら、他もあるかどうか調べる男だからです。レノアが来年クリーンの事業口座から毎月800ドルを受け取っていることに気づきました。トロイは母親に、それが彼女の妥当な取り分で、ランドリーはほとんど収支ゼロで、その800ドルが精一杯だと言っていました。
レノアはそれを疑わなかったのです。彼女は息子を信じていました。帳簿など見ませんでした。なぜならトロイが全てを管理していたからです。そして彼は彼女の息子でした。自分の子供がそんなことで嘘をつくわけがないのです。理由を教えましょう。トロイ・ライノンは一人だけではなく、全ての人に嘘をついていました。裁判所に、母親に、ガールフレンドに、私に。それぞれの嘘は相手に合わせて緻密に作られ、相手をちょうど良い暗闇に止めておくためのものでした。裁判所には貧困を、母親には関与しているという感覚を、サブリナには詳細を知らない快適な生活を、私には$411と壊れた暖炉のある家を与えました。その週、私はドロレスを訪ね、彼女の台所のテーブルに座って全てを見せてほしいと頼みました。彼女はまるで図書館員が初版本を取り出すかのように、作業ノートを差し出しました。全て記録され、日時が記され、詳細に書かれていました。水曜日、午前8時22分。同じ灰色のセダン。女性がカーシートとキャンバスバッグを持って横庭から入ってきた。午後3時47分に出発。彼女はリングのドアベルの映像を日付ごとに整理して携帯に保存していました。キッチンの窓から撮った写真には、レノアの車が車庫にあり、後部窓越しにカーシートも見えました。5ヶ月分の記録は、トンドの私立探偵が羨むものです。お礼を言うと、ドロレスはメガネをまっすぐに直し、真実の犯罪番組をたくさん見ているからだと言いました。どうやらそれが役に立ったようです。ブリジットはドロレスのファイルを見て、20年の実務経験の中で最高の非公式の監視記録だと称賛しました。ウォルトの財務データとドロレスの記録のおかげで、事件は自然と形作られていきました。その週、母も電話してきました。フランシーンは最初の、なぜ気づかなかったの、フェーズを超え、言ってしまったことの罪悪感フェーズに入りました。フランシーン語で言うところの、積極的な手助けです。彼女は来たがり、地下室を掃除し、家のすべての鍵を交換し、11時のニュースで見た弁護士に電話したがっていました。名前はリック・ジャスティスかブレント・パワーのような、アクション映画の登場人物のような名前でした。私はすでに弁護士がいると伝えました。本物の、サスペンダーをつけてスプレッドシートに興奮する法廷会計士がいる弁護士です。フランシーンはサスペンダーの部分には戸惑いましたが、方向性には賛成しました。そしてある水曜日の夜、ブリジットから家に電話がありました。彼女の声には、制御されながらも電気を帯びたような特有のエネルギーがあり、ウォルトが何かを見つけた音でした。彼は何かを見つけたのです。銀行記録はライデン・クリーンからの入金だけでなく、別の事業口座、来年フレッシュ合同会社という少し異なる名前で登録された口座からの現金入金も示していました。ニュージャージー州マンズビルに登録されていて、8ヶ月前に開業した2つ目のコインランドリーでした。すべて現金で資金調達されており、レノアの名前はどこにもありませんでした。これはウォルトがまだ調査中のホールディング会社に登録されていました。しかしトロイの口座への入金パターンは紛れもなく同じものでした。トロイは基地の古いランドリーを副業で経営していただけではありませんでした。彼は拡大し、2軒目を作り、影の事業を築いていました。法廷にも、母にも、誰にも見えないビジネスです。その男は市販ドル硬貨と詐称で帝国を築いていたのです。そして私はクーポンを切って駐車場で泣いている間に。ブリジットが教えてくれたとき、私はキッチンに立っていて、夕食のためにスクランブルエッグを作っていたんです。スパチュラを手に持ちながら。ただの卵だけ、卵は安いから。そして疲れていました。あの卵を見つめながら、この男は2つのコインランドリーを持っているのに、私は夕食に卵を食べているんだ、と思いました。すると、笑いがこみ上げてきました。面白いからではなく、その嘘があまりにも巨大で、完璧に計算されていて、もはや脳が悲劇として処理できなくなっていたんです。嘘は不条理の域に達していました。彼は年に10万ドル以上稼いでいるのに、裁判官を説得して、私に月411ドル以上払えないと言わせていたのです。ブリジットは私に笑わせてくれました。そしてこう言いました。
必要なものは全部揃っている。訴訟に踏み切る時よと。その土曜日から3週間後には、私はサスペンダーをつけた法廷会計士と、水面下の匂いを嗅ぎつけた弁護士を抱えていました。まだ全体像はつかめていませんでした。トロイの嘘は、ひどいラザニアのように層になっていたのです。一枚剥がすたびに、さらにひどい嘘がまたその下に隠れていました。ウォルト・トレッドウェイがマンビルのリンエン・フレッシュ、つまり二つ目のコインランドリーを発見したことで、すべての範囲が変わりました。ボーンドブルックのリンエン・クリーンは、コトロイの父が始めた家業で、正式にはレナーが所有していました。少なくとも歴史はありました。リンエン・フレッシュは違いました。8ヶ月前に現金で開業され、レナーの名前は一切出ていませんでした。トロイは別の有限責任会社を通じて設立し、その会社はホールディング企業に登録されていました。ウォルトはその会社を追跡し、驚いたことに、トロイ本人が少し違う法的名前を使い、事業住所には自宅ではなく私書箱を使っていたことを突き止めました。彼は用心深かったのです。そこは認めます。トロイはズボラな男ではなく、ジャケットのポケットにレシートを入れっぱなしにするような人ではありませんでした。現金で支払い、別々の口座を使い、母親の名前を盾にして元の事業を保ちながら、二つ目の店舗は完全に影に隠していたのです。もし母親がある土曜日の朝、私の地下室でめまいを起こさなかったら、誰もこれに気づかなかったでしょう。彼の仕組みは完全に見えなくなるように設計されていて、実際ほとんど成功していました。ほとんどは、自分の味方に働くとき、とても美しい言葉です。ブリジットは慎重に、まるでレンガの壁を積み上げるかのように証拠を固めました。正確で計画的に、一つ一つのピースを完璧な場所に配置していきました。ハートウェル・フローリングでフルタイム勤務、時給$27のトロイの本物の W2 と、裁判所に提出されたパートタイム勤務、時給$14.50の虚偽の記録。ウォルトの財務分析は、2つのコインランドリーの営業収入、現金の入金、トロイの個人口座への送金パターン、ニュージャージーの収益申告書ではトロイがリンエン・クリーンの登録代理人であり、リンエン・フレッシュの唯一の組織者であることを示しました。ドロレス・カイジェクの監視のと、レナーの5ヶ月間にわたる訪問を記録したリング・ドアベルの映像、CPS の調査報告書。すべてが一つの鎖のようにつながり、トロイの巧妙に作られた物語を締め付けていきました。現金で作り上げた嘘が書類で崩されるというのは、どこか私的でもあります。あのすべてのコインで、彼はスプレッドシートから逃れられなかったのです。4週目頃、予想もしなかった出来事が起こりました。正直に言うと、それがトロイに対する私の理解を最も変えた転機でした。CPS は地下室の件を調査していて、それは私の民事訴訟とは別の独自のプロセスでした。標準的な手続きの一環として、調査員はサブリナ・ボスに面談をしました。彼女は協力的で冷静に、コーディの世話のルーティンやレナートの取り決め、家の事情など、標準的な質問に答えました。ところがある面談中、調査員が離婚におけるトロイの収入を話題にしました。年に$18,800だと。サブリナは黙り込みました。彼女はその数字を知らなかったのです。トロイがそれなりの収入を得ていることは知っていました。彼と同居していましたし、ラリタンの十分に良いアパートに住んでいました。外食もしていました。トロイのトラックは2021年式のラムで、レザーシートでした。生活は豪華ではありませんでしたが、$18,000の年収というわけではありませんでした。サブリナは離婚の書類を見たことがありませんでした。手続きにも関わっていませんでした。付き合い始めた頃、彼女がトロイに尋ねたとき、離婚は終わり、養育費は支払われている。アリアが家をもらった。それで話は終わりと言われました。彼女はそれ以上掘り下げる理由がなかったのです。ところが CPS の調査員が何気なく示した数字は、彼女の知っている生活と合致しませんでした。ここで正直になりたいと思います。物語の中でサブリナが悪役、つまりトロイの嘘を手伝った愛人のように思っていた部分もありました。ですが実際は違いました。そしてその真実の方が、私が想像していたより興味深いものだったのです。
サブリナは財務詐称には関わっていませんでした。彼女はただ、トロイが彼女に与えたい情報だけを受け取り、それ以上は知らなかったのです。サブリナが裁判所に提出された数字を知ったとき、彼女の頭の中で2つのことがほぼ同時に理解されました。まず、彼女が子供を育てている男は、彼女が思っていたよりはるかに巧妙な嘘つきだったこと。次に、もしこの全てが崩れたら、そして実際崩れ始めていたのですが、彼女が知っていた参加者としてみなされる危険があること。彼女はトロイと同居し、生活費を分担し、第一子の養育費として支払われるべきお金の恩恵を受けていました。知らず知らずのうちに共犯者のように見られる可能性があったのです。自己防衛は強力な動機です。サブリナは CPS の調査に協力し始めました。私を助けるためでも罪悪感からでも、姉妹の連帯感からでもありません。ただ、自分が知らなかったというはっきりした記録を作るためでした。彼女は共同生活費を示す銀行明細を提供し、トロイが2つのコインランドリーを運営していること、早く出かけて洗剤や乾燥シートの匂いをさせて帰宅し、週末にメンテナンスの電話に対応していること、ハートウェルでのフルタイム勤務のスケジュールを確認しました。彼女の証言は、ウォルトが財務記録から見つけたことを裏付けるものでした。トロイは周囲の人々が自分の役割を守ってくれると想定して嘘を積み上げていました。母は感謝する介護者、サブリナは信頼する恋人、私は抵抗しない元妻。3人が同時に全てを知ることは想定外でした。これが彼の唯一の誤算でした。この頃、ブリジットが私に言った言葉が心に残っています。離婚事件の財務詐称は、劇的な暴露や決定的証拠で見つかることはほとんどないの。嘘つきは多くの人に対して多くの話を正確に保つ必要があって、誰かが情報を照合するまでバレないのよ、と。トロイのすべての仕組みは孤立に依存し、それぞれの人物を半端な真実の小さな泡の中に閉じ込めていました。地下室の事件がその泡を壊し、今ではすべてが互いに漏れ出しているのです。その間、私には最も難しい仕事がありました。それは普通に振る舞うこと。ブリジットははっきり言いました。トロイに直接対決してはいけない。弁護士や証拠、調査、法廷会計士のことを口にしてはいけない。面会交換の時に態度を変えてはいけない。地下室の件は軽微な CPS 問題として処理されていると思わせて、彼にまだ彼の仕組みが健在だと思わせなさいと。だから、2週間に1度の金曜日の夜、トロイはラムトラックでやってきて、フィービーは一泊用のバッグを持って駆け寄り、私はポーチの上で手を振り、良い週末をと言いました。私の法的戦略は彼が守ろうとしていた生活を破壊するためのものでしたが、私は嘘をつく男に笑顔を見せました。そして彼は娘と一緒に車で去って行きました。彼が逃げ切ったと思って。あの金曜の夜は、この苦難の中で最も孤独な瞬間でした。地下室のことよりも、計算よりも、ただ私と普段通りの演技だけ。フレミントンのポーチで手を振るだけでした。5週目頃、サブリナが早い段階で私に連絡しようとした試みが別の光を帯びて再浮上しました。それは CPS 調査の最初の週に彼女が裁判所の書類の真実を知る前のことでした。彼女は私に Facebook のメッセージを送ってきました。言葉は慎重に選ばれていて、間違いなくトロイに指示されていたと思います。この状況はうまく対処されていなかったことは承知していますし、あなたの家族が巻き込まれたことを申し訳なく思います。トロイは全てが解決に向かっていると言っています。これ以上複雑にならないことを願っています、といった内容でした。表面上は友好的でしたが、その言葉の端々にトロイの影響が感じられました。私はそのメッセージをスクリーンショットに撮り、受け取った日にすぐブリジットに送りました。ブリジットはそれを記録しました。すべてが記録されていきました。その期間中、私は週に$25を貯金口座に入れ始めました。実際の経済的な違いのためではなく、ただ何かを気づいていると感じたかったからです。週に$25は微々たるものですが、同時に大事な一歩でした。それは1年以上ぶりに貯めたお金であり、物事が変わり始めるという私自身の小さな信念の表れでした。8週目にブリジットは申し立てを提出しました。
新たに発見された隠された収入の証拠に基づく養育費の変更請求でした。発見資料、ウォルトの法医学的分析、事業登録、W2 の比較、サブリナの証言、ドロレスの文書、CPS の報告書がトロイの弁護士、ハワード・プイットという人物に送られました。彼は有能だが情熱に欠けることで知られていました。庭仕事を淡々とこなすようなタイプの弁護士です。ブリジットは次に何が起こるかを教えてくれました。彼女曰く、このファイルを弁護士が読んだら、まず私に電話してきて、聴聞会の前に和解しようと言ってくるはずだと。それがファイルの効果があった証拠だと。3日後、ハワード・プイットがブリジットの事務所に電話をかけてきました。最初の言葉は、聴聞会の前に解決について話し合えますか、でした。私はドクター・ウィットフィールドのオフィスでデスクに座っているとき、ブリジットから最新情報のテキストが届きました。画面を1分間見つめてから、入試にクラウンが必要な子供の保険請求書を提出する仕事に戻りました。命を懸けて戦うときでも、実際の仕事は続けなければならないのです。ハワード・プイットの最初の提案は、証拠一式を受け取ってからちょうど1週間後でした。トロイは養育費を毎月$900に増やし、遡って$5000を支払うというものでした。たったそれだけ。$900と$5000。まるで$18,000と$11万の差が握手と波数調整で解決できるかのようでした。ブリジットが事務所から電話をかけてきました。彼女の声には、以下がありました。苛立ちではなく、むしろ職業的な冷静さ、すでにこの展開を何度も見てきた人の静かな余裕でした。彼女はその提案は真剣ではなく、私たちがどれほどの情報を持っているか、どれだけ強く交渉するかを試すためのものだと言いました。ブリジットはその提案を拒否し、反論もしませんでした。時には最も強力な手は、ノーと言って何も言わないこと。彼らに沈黙の中で次に何が来るのか考えさせるのですと。その週、私は仕事やフィービーの学校生活、普通の日常に集中しようとしましたが、頭の中はあの数字、$900に戻ってしまいました。トロイの最初の本能は、見つかったとしても、$11万の実収入の証拠があっても、低い金額を提示することでした。彼の最初の動きは隠していた収入の 1% にも満たない金額を提示することでした。深い習慣というものはなかなか変わらないようです。私はキッチンに小銭を貯める瓶があることを思い出しました。クォーターやダイム、ポケットから落ちたものを入れています。14ヶ月でその瓶には約$47が溜まっていました。トロイはランドロマットで4万ドルを稼いでいました。私たちは両方とも小銭を集めていました。違いは、彼の小銭はボートの費用に使われていて、私の小銭はフィービーがマラカスのように振るのが好きなカウンターの瓶に入っていることでした。次の週、ラウンド2が始まりました。ハワードは毎月$1,200と遡って$1万の支払いを提案しました。前よりは良くなりましたが、それでも程遠い額でした。今回ブリジットは反論ではなく、ウォルトの詳細な法医学分析の要約を送りました。両方のランドロマットの場所、正確なキャッシュフローの数字、申告された収入と実際の収入の差を日付と金額で整然と示しました。そして手紙の最後に一文を添えました。ブリジットが3週間待ち望んでいた言葉です。私の依頼人は、の証拠を聴聞会で提示する準備ができています。また、その際に偽証罪の問題についても裁判所と議論する用意がありますと。偽証。それは重い言葉です。離婚手続きで収入について嘘をつくことは単なる民事問題ではなく、刑事問題にもなり得ます。もしこれが聴聞会に進み、裁判官がすべての状況を見れば、軍検察官への紹介はほぼ確実でした。ハワード・プイットもトロイもそれを知っていました。ブリジットは法医学分析の要約を送った後、ハワードの事務所から1週間全く連絡がなかったと言いました。電話もメールも反論もなく、ただ静かだった。それは良い兆候でした。ハワードがクライアントと今後の厳しい状況について真剣に話し合っているということです。トロイは情報を、そして人々をコントロールすることに慣れていましたが、法医学会計士のスプレッドシートはコントロールできません。
数字は交渉しません。ただそこにあって真実を語るだけです。それはトロイが何年もして来なかったことでした。その静かな週の間に、レノアの刑事事件は別に解決しました。彼女は地下室の件で不法侵入と児童虐待の罪で起訴されました。弁護士が虐待の罪を軽減する交渉をしました。医療上の事情が助けとなりました。彼女はめまいを起こし、緊急診療に行き、タイムスタンプのある領収書がありました。彼女はコディを悪意を持って見捨てたわけではありませんでした。医療の緊急事態で判断を誤っただけです。裁判所はそれを考慮しました。レノアは不法侵入の罪を認め、18ヶ月の保護観察と私の家から500フィート以内に近づかないという接近禁止命令を受けました。61歳にして初めての前科がついたのです。息子のせいで、孫を助けるために法律を破らざるを得なかったのです。私はレノアの状況に満足していませんでしたが、正直に言えば同情もしていません。彼女は5ヶ月間私の家に無断で入り続けました。しかし、私は理解しました。それを望まなかったけれど。レノアもまたトロイに利用されていたのです。彼は彼女に鍵とアクセスを与え、この取り決めを許しました。彼女は家族を助けていると信じていました。ただ、その助けが不法侵入を含むことや、トロイが本物のデイケアに使うべきお金を個人口座に溜め込んでいたことは知らされていませんでした。レノアの保護観察は、彼女が私の家に500フィート以内に近づけないことを意味していました。ちなみにその距離は、彼女が緊急診療に行くために運転した距離よりも長いものでした。彼女がその皮肉に気づいていたかはわかりませんが、私は感じていました。13週目にハワード・プイットが再びブリジットに電話をかけました。彼の口調は完全に変わっていました。ブリジットはすぐにそれを察知しました。もう試すような態度も低い提示もありませんでした。トロイは本当の数字について話し合う準備ができていました。数日間にわたりやりとりが続きました。ブリジットは、つのことを求め続けました。トロイの実際の収入に基づく養育費の修正、14ヶ月分の未払い分の訴求間と調整、そして隠された事業収入からの公平な再分配。それは離婚時の和解に含まれるべきものでした。トロイはハワードを通じてすべての点で抵抗しましたが、その抵抗は次第に弱まりました。なぜなら、すべての事実が公の記録となる聴聞会に進み、偽証罪の紹介がほぼ確実に行われることの方が、ブリジットが求めるどんな数字よりも悪い結果だったからです。トロイは時間との戦いをしていました。それを彼も理解していました。14週目に最終的な同意命令が署名されました。両方の弁護士が条件に合意し、裁判官がそれを審査し承認しました。これで終わりました。養育費は毎月$1740に修正されました。これはトロイの実際の収入に基づく金額で、最初からそうあるべきものでした。訴求間と調整は$18,666。これは彼が支払っていた$411と本来支払うべき金額の差額を14ヶ月分にかけたものです。彼はすぐにその金額を支払う義務がありました。公平な再分配は$17,500でした。リネン、クリーンとリンダン、フレッシュの事業収入のうち、離婚手続きの際に隠されていた私の取り分が、事業収益から18ヶ月にわたって分割で支払われることになりました。総額は約56,000円、さらに継続的な増額扶養費も加わります。この知らせは火曜日の午後、ブリジットから届きました。私はホイットフィールド医師のオフィスで、保険請求が拒否された件と請求額の不一致についての電話を返す間でした。ブリジットから電話があり、判事が命令に署名したと伝えられ、数字を読み上げられました。質問があるかと聞かれましたが、後でかけ直すと言って電話を切りました。それからトイレに行き、ドアを閉めて約10分間泣きました。悲しみからでも喜びからでもなく、解放感からです。14ヶ月もの間、プレッシャーに押しつぶされそうになり、数え、選び、演じ、ご飯を質素にし、駐車場で泣く日々が続いていました。その重さに鈍感になっていた体が、すっと軽くなり、持っていたすべてを手放すしかなかったのです。顔を洗い、デスクに戻って請求額の不一致の電話を終えました。
人生は感情の解放のために止まってはくれません。次の仕事にそのまま気持ちを持ち込み、声が震えないように努めるだけです。同じ週に軍の検察官は、省の通報を受け取りました。トロイは収入について法廷で嘘をついたとして刑事告発の可能性に直面し、最終的に刑務所行きを回避するための協議を行うかもしれません。しかし通報だけでも永久に記録に残り、6歳の娘の母親が遠足のために昼食を抜いていた間、トロイ・リンドンが裁判所でお金について嘘をついていたことが公になったのです。その日の夕方、私は学校後の保育所からフィービーを迎えに行きました。彼女は後部座席に乗り込み、自分でシートベルトを締めました。自分でできることをとても誇りに思っていて、なぜ私が笑っているのか尋ねました。私は、仕事でいい日だったのと答えました。彼女は、それはいいねと言い、夕食は卵ではなくパスタにしてほしいと頼みました。私は、いいよ、パスタにしようと答えました。最初の訴求支払いは金曜日に振り込まれました。18,666 円が、フィービーが遠足費用を必要とした月に51円しかなかった同じ口座に入金されました。バンキングアプリの数字を見ても、3時間ほど現実とは思えませんでした。ページを何度も更新しましたが、数字は消えませんでした。まずクレジットカードの残高を支払いました。年利 22.9% で、11ヶ月間ほぼ利息だけを払っていた4200円の借金です。数字が減らないのを嘲笑われているように感じていましたが、消えました。1回の支払いが終わったのです。まるで一日中きつい靴を脱いだ時のような気持ちでした。しかしそれは私の財政生活全体に及び、その後は暖炉の修理でした。私は2つの冬をテープと祈り、そしてフィービーの部屋に置いた電気ヒーターでその暖炉をしのいできました。修理に来たリーディントンの会社の男性、スチューは数ヶ月ぶりに私に優しい言葉をかけてくれました。奥様、これはちゃんと直せますよ。応急処置やごまかしではなく、本当の修理です、と。私は思わずスチューを抱きしめそうになりましたが、彼はレンチを持っていたのでやめました。しかしその気持ちは確かにありました。次は車でした。トランスミッションからは機械が苦しんでいるような音がして、坂道では悪化し、ラジオの音を上げると消えるという8ヶ月間の修理法がありました。本当の修理には1400円かかりました。昼食を何回抜くか計算せずに支払いました。以前はお金を使うたびに頭の中で自動的に計算していたのですが、それが止まったのです。豊かになったわけではなく、生きるための計算をしなくてよくなったのです。私はフィービーの大学基金を始めました。毎月150円ずつ529プランに積み立てています。ハーバードには足りませんが、確かに存在しています。彼女の名前がついていて、毎月少しずつ増えているのです。過去14ヶ月の私たちの生活では、これ以上のことはありませんでした。はっきりさせておきたいのは、私は裕福になったわけではないということです。新車を買ったわけでも、休暇に行ったわけでも、家を全面的に改装したわけでもありません。私が手に入れたのは安定です。私は、店のブランド品ではなくブランド内裏のシリアルを買える女性になりました。遠足に、はいと言える女性になり、パスタにも修理にも、はいと言えました。胃の中に冷たい結び目ができることなく。安定は華やかではありませんが、それがない暮らしをした者にとっては、世界で最も贅沢なことに感じられるのです。その後、コインランドリーの収益からの再分配金が毎月分割で入金され始めました。37,500円が18ヶ月に分けて支払われます。1回1回の入金が、ようやくシステムが本来の役割を果たしたことを小さく確認させてくれました。トロイの世界は静かに縮小しました。彼の物語は手短にします。彼の話は重要ではなく、私の話が大事だからです。偽証通報は彼の上に逃げられない天気のように垂れ込めていました。サブリナは同意命令が署名されてから2ヶ月以内に去りました。激しい言い争いも叫び声もなく、週末に計画的に荷物をまとめて、トロイが仕事に行っている間にコーディを連れてエジソンの1部屋のアパートに引っ越しました。彼女は児童福祉調査官の最終面接で、
あらゆる状況で最初に嘘をつく人とは人生を築けないと語りました。私はブリジットを通じてその話を間接的に聞いただけで、サブリナとは直接話しませんでした。私たちは友達でも敵でもなく、ただ同じ男を信じてしまった二人の女性でした。レノアは法的手続きでリネン・クリーンの実際の収益額を知った後、トロイと口を聞かなくなりました。800円です。彼は自分の母親に、夫が築いた事業から月800円を支払いながら、何万円も懐に入れていたのです。コインランドリーはまだ営業していましたが、家族の信頼は消えました。メンテナンスなしで動く機械もありますが、放置すれば必ず壊れます。トロイはそれを誰よりも理解していたでしょう。なぜなら、放置こそ彼の得意技だったからです。私はバルクヘッドの入り口をきちんと封鎖しました。新しい鋼鉄製のドアと新しいデッドボルト、私だけの鍵です。クリントンの鍵屋が作業をしてくれ、質問はありませんでした。なぜなら、現義母が地下で違法な託児所を営んでいたからです。二度と話したくない話です。その後、裏側を片付け、ベビーベッドやおもちゃ、おむつバッグなどすべて撤去しました。14ヶ月間避けていた箱も掃除し、トロイの古いものと離婚の未整理の荷物を処分しました。暗闇に押し込めていたけれど、対処する気力がなかった者たちです。ランバートビルのリサイクルショップで見つけた少し色あせた濃紺のラグを敷き、中古のアームチェアとフロアランプ、小さな本棚を置きました。フィービーは私が何も言わないうちに見つけました。地下に降りて探検し、目を大きく開けて、居心地のいい部屋と宣言しました。そこで宿題をしたり図書館の本を読んだりしました。毛布を持ってきてアームチェアに丸まり、1時間ほど姿を消します。私の知らないうちに、許可もなく誰かの秘密を隠していた場所が、娘のお気に入りの場所になったのです。かつて他人の嘘を抱えていた地下室は、今や娘の本棚のある場所になりました。私がこれまでにした中で一番の改装だと思います。許可申請も不要でした。すべてが正式に終わった週、ドルレスに花を持って行きました。食料品店のデイジーの花束とカードを手に、見守ってくれてありがとう。私が望まなくても、と書きました。ドルレスは花を手に取り、見つめ、私を見て言いました。あなたが生まれる前から、この通りを見守ってきたのよ。ありがとうと言って戻ってきたのはあなただけと。そしてコーヒーに招き入れられ、ノートに書かれた3つの新しい記録を見せてくれました。近所の2軒隣の家に深夜の怪しい配達が多いということです。ドルレスは止まりません。その女性に神の祝福がありますように。私の母、フランシーヌは、どうして知らなかったの、という言葉について正式に謝ったことは一度もありません。それがフランシーヌのやり方ではないのです。でも、彼女は毎週水曜日にフィービーを学校から迎えに行くようになりました。私が仕事を早く終えて急がずに済むように。そして日曜日には手料理を持ってきてくれるようになりました。キャセロールやスープ、4時間かけて作る彼女のブリスケットは、その時間に見合う価値があります。彼女は言葉ではなく行動で愛を示します。私が言葉を待つのをやめてから、その愛情がしっかり伝わるようになりました。先週、フィービーが居心地のいい部屋になる前は何だったのかと尋ねました。私は、そこはもともと収納スペースで、箱や古いものが置いてあっただけだと答えました。彼女は少し考えてから、それはつまらないね。今の方がずっといいよと言いました。そうだよ、ベイビー。確かにそうだ。人はしばしば他人を知らないままにしておくことで人生を築こうとします。彼らはあなたの疲労に頼り、あなたの信頼に依存します。そして多くの場合、それがうまくいきます。なぜなら、人生は忙しくて人は疲れているからです。そして、存在すら知らない嘘を探すエネルギーを持つ人はほとんどいません。しかし時折、庭の修理を頼んだ人が、本来聞くべきでなかったことを耳にすることがあります。最後まで聞いてくださって本当にありがとうございました。この話があなたの心に何かを残したなら、画面には他にも私の話が用意されています。どれかをタップして、すぐにまたお会いしましょう。どうかお体に気をつけてください。